HYM の久です。インド古典楽器の一つに数えられるカルナティック古典音楽、伝統弦楽器ビーナを南インドのベンガルールにて学び始めました。何の予備知識もない初心者の私がビーナという楽器を通して学んだことなど、インド文化を交えつつお伝えしていきます。前回の動画に引き続き、ビーナを学び始めてから2番目に習う楽曲ギータム2番クンダゴーラシバの歌にちなみ、近所にあるシバのお寺に足を運んでみることにしました。そこでアビシェーカーという牛乳やヨーグルト、ココナッツなどの液体を使ったヒンドゥー教独特の儀式をしていただいたので、その模様をお伝えします。公園の入り口から入って履物を脱いでお寺の中へ入ります。公園の敷地内にひっそりと佇むこのお寺は、インドのヒンドゥー寺院によく見られるような緻密な彫刻やカラフルな装飾はなく、とても簡素な作りとなっています。歴史的にはまだ40年と比較的新しいお寺ですが、それでも土着的な趣があり、落ち着いた雰囲気を醸し出しています。幸運の神様ガネーシャにまずはご挨拶です。ガネーシャはシバと妻のパルバティの息子です。ビーナで学ぶ楽曲ギータム1番でガネーシャの歌を学びましたが、ガネーシャは障害を取り除く神様であり、その他にも商売繁盛、家庭円満、学業成就など何でも叶えてくれる幸運の神様として知られています。シャクティはシバの妻パルバティのエネルギー、パワー、女性原理、宇宙の根源を表していると言われています。スブラマニアは同志神や軍神とされています。シバとパルバティの息子ガネーシャの弟にあたります。スブラマニアはインドのさまざまな地域、場所場所で別の名前で呼ばれます。南インドではスブラマニア、ムルガン、カリティケラ、北インドではスガンダ、クマラと呼ばれることが多いようです。また神話も時代ごと、地域ごとにさまざまなバリエーションで語られる神様です。お寺の僧侶であり、儀式を行う司祭でもあるプジャリさんがマントラを唱え始めました。そろそろアビシェーカーが始まりそうです。この黒い造形物が寺院内の聖書に置かれているシバのシンボル、シバリンガです。手前にいるのはシバの乗り物、牛のナンディです。シバは人の姿の表現のみならず、リンガという形に象徴化されます。この寺院では人の姿をしたシバの像はなく、シバのシンボル、リンガのみが寺院内の聖書に置かれています。
今日のお供え物のカットフルーツを前にして自分の名前と家族の名前を言います。リンガの象徴するものは芝に内在する自然の持つ創造の力とされています。リンガはヨーニと呼ばれる注ぎ口がついた円盤状のオブジェクトの真ん中から円柱が垂直にそそり立つという形をしています。この円盤状のヨーニは女神シャクティを象徴化していると言われます。インドではシバを祀るほとんどの寺院の聖書にリンガが置かれているのを見ることができます。儀式の間、プジャリさんはマントラを唱え続けています。水をかけてお清めしているようです。シバの守り神とも言われるナーガと呼ばれる7つの頭を持つヘビの神様です。シバの息子ガネーシャもいます。牛乳です。滝のようです。白と黒のコントラストが綺麗です。次はヨーグルトです。アビシェーカーとはマントラの詠唱の中で崇拝されている神聖な神のイメージを浴びること、またサンスクリットでは水でゆすぐ、水で清めるという語源があり、ヒンドゥー教と深い関わりのある仏教、密教では古くからアビシェーカーの儀式が師から弟子に行われており、これは神秘的な教えの入門式としてとても重要視されてきているそうです。アビシェーカーの種類はいくつもあるそうですが、今回は牛乳、ヨーグルト、ギーというバターから不純物を取り除いたスマッシュバター、ココナッツウォーター、ネブティーなどを使ったルードラアビシェーカーと呼ばれる儀式をしていただいています。次はギーです。バターのようにも見えますね。ಸೈಡ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೈಡ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ.
विरागतं न वाचश्च मे नमस्तेऽस्तु दन्दने बाहुभ्यामुदते नमः या तेषु शिवतमाश्वं बभूवते नमः शिवासर्व्याय तवतयानोरुद्रं या ते रुद्रशिवातनोरदोरापापकाशिन्यं प्रियानस्तनो वाशं समयायुषं दाव्याकर्यं यां सङ्गीसन्तहस्ते एविवसस्तव्यं शिवां कीर्तां कुर्महेगं संजगतः शिवेन वचसा त्वागिरिक्षाच्च वदामह्यं रामस्तर्वमिते रक्ष्मागुं सुमनसत्तः अद्य रक्षाप्रथमो हितो अभिषेकः अनेकस्य सर्व अञ्जलयं सर्व आश्रियात् उदाम्यहं तस्मैव साम्रोणमुत बभ्रुष्य मङ्गलः एते मानं शुद्धो अभितो दीक्ष्योऽहं पितास्तस्थो वैशाखपुरीमयम् असव्यवसत्क्रीडजीवाद्वैतः उतैनं गोपा दृश्यमुदाहार्यम् उतैनं विश्वभूतानि सदृष्टोपचारिणः नमोऽस्तु ग्रीवाय सहस्राक्षाय मीलितेयं तोयस्य सत्त्वानहं तेभ्यो नमः ब्रह्मञ्छतनो नो संभयोरातियोजं यास्त्रितवः पराथो भगवोपम् अवतच्चतनस्तों सहस्राख्या सुकेशुर्यं शर्या नामका शिवो न समनावहम्次はココナッツウォーターです。マントラの意味は全く分かりませんが、マントラの音の響きの中でシバの神聖なイメージを浴びているつもりになり、とにかくアビシェーカーの光景を見てその場を体感します。ओम नमो भगवते रुद्राय संभवे नमः हरः ओम भूर्भुवस्वः ओम नमः विष्णु सुजोसदेमावर्धं तु आङ्गिरः गुरुवाशे विरागतं महं वाजश्च मे प्रसवश्च मे प्रयतिश्च मे प्रशिशिश्च मे विजिश्च मे चतुश्च मे स्वरश्च मे श्रोतश्च मे रावश्च मे ज्योतिश्च मे सुगश्च मे प्राणश्च मे मानः मे स्थानिश्च मे परोगंश्च मे शरीराणि シバがいつも身につけているルードラクシャ、菩提樹の実でできたマーラ、傷です。ルードラはシバの別名、アクシャの目のことで、このマーラはシバの涙という意味もあるそうです。お花をお供えします。この白い乳白色の液体はビブティと水を混ぜ合わせた清水です。ビブティとは炭や菩提樹の小枝などに焼濃を加え火を起こし灰にしたもので、聖なる灰と呼ばれます。よく見るとプジャリさんの額にもこのビブティで描いた横3本線のシバのマークがあるのがわかります。アラティという火を使った儀式が始まりました。プジャリさんは聖水で手を清め、お香とティーオイルのランプに火を灯し、花とともに神々に捧げます。
ಬರ್ಸಿದ್ಯಾ ಬರ್ಸಿದೆ ಇದು ಬಟ್ಟೆ ಮಾಪಿದೆ ಆಮೇಲೆ ದೇವ ಶಾಪಾಯ聖水を浴びお清めします。これは儀式の最中お供えしていたものを儀式の後にいただく神様の恩恵を意味するプラサーダです。今日のプラサーダはアビシェーカーの儀式の時にお供えされる5つの甘露という意味のパンチャムリタという甘いデザートのようなもので、牛乳、蜂蜜、フルーツなどが入っています。This is Panchamrita. अभिषेक भगवान का 食べます。けどマスクしてるから食べない。वो भीパンチャムルタとビブティの入った聖水、お供えのココナッツが置いてあります。ビブティを水で溶きペースト状にしたもので、シバリンガエ、オームという静音、音の響きのシンボルを描いています。オームはすべてであり、その源であり、振動であり、宇宙全体の意識といいます。オームは宇宙創造の音、また最も短くてパワフルのマントラとも言われ、オウムの音の振動は場の空気や人の体へ大きな影響を与え、バランスを整えるといいます。ヨガなどでも始まりと終わりにオウムを唱え、その音の響きを体で感じてみたり、また瞑想するときに声に出して唱えたり、心の中で唱えたりして瞑想をより深めるツールとして使ったりもします。ルードラクシャ、そして花を捧げます。アラティ、炎を捧げます。तन्नो रुद्र प्रचोदयात् कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहारसुशोभितलिङ्गं सञ्चितपापविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्
この女性は寺院内のシバのファミリー、シバの長男のガネーシャと次男であるスーブラマニア、妻のパルバティを象徴するシャクティへと炎を捧げています。再びアラティ、火の儀式が始まりました。女性は聖水とパンチャムルタ、そして花を受け取ります。儀式が終わり、プジャリさんから神仏のお供え物プラサーダをいただきました。中身が気になりますが、家に帰ってから見ることにします。朝早くから始まったアビシエカーの儀式が終わり、寺院のある公園内を散歩です。アビシエカーの撮影許可を快く受けてくださったプジャリさんの寛大さと優しさ、現地の言葉がわからない私のためにプジャリさんの通訳を丁寧にしてくださったお寺へ参拝に来ていた親切な方、一緒にアビシエカーの儀式を受けてくださった人たち、すべてを優しく受け入れてくれるようなインドの大地に宿るぬくもりを感じながら、人はシンプルに自然体でいることが一番気持ちがいいのだなと思いながらの朝の散歩です。儀式の最後にプジャリさんからいただいたのはシバリンガにお供えしていたプラサーダです。きれいに真っ二つに割れたココナッツ、そしてフルーツとお花です。これは私がお供え物として差し上げたものでしたが、最後にこうした形で返してくれるとは想像していなかったので少し驚きました。プラサーダを目の前にして、自然が無償で私たちに絶えず与え続けてくれる恵みのおかげで、こうして私たちは日々生かされているのだと感じ、心の底から慎深く謙虚な気持ちが自然と湧いてきて、またそれと同時に祝福されている感覚と感謝の気持ちで胸がいっぱいになりました。プラサーダには神の恩恵という意味のほかに、ご機嫌とか朗らかという意味もあるそうです。今日もご機嫌で朗らかな一日でありますように。